さあ皆さん、チョコレート食べてますか？今日はですね、もうめちゃくちゃ簡単にできるクリームドーナツ、こちらご紹介したいと思います。ぜひ最後まで見て作れるようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ材料まず混ぜていくんですけど、これ粉ですね。で、これお塩です。これも入れちゃいます。で、ちょっとポイントがあって、これイーストと、お砂糖ですね。で、これは先にちょっと混ぜてもらって、で、イーストと塩が触れちゃうとイーストの発酵の力がちょっと弱くなっちゃうので、砂糖とこうやって混ぜておいてあげてください。そうするとしっかり発酵します。こんな感じですね。で、これを入れます。はい、これ今全部が入った状態ですね。そしたらこれをゴムベラでもう適当でいいんで全体が散るので、こうやって混ぜておいてください。はい、これ材料の水に生クリームを全部加えて、で 600W のレンジで温めたいと思います。はい、これ混ざったところに温めた液体入れます。でちょっと粉がこう水分を吸うようになじませていってください。はい、こんな感じで粉っぽさがなくなったらもう全然 OK です。でこの後バターを入れていきたいと思います。はい、これ材料のバターなんですけど、カチカチじゃなくてこうやってちょっと押したら柔らかくなるような感じ、常温に出しといたやつですね。これを入れていきます。はい、これ今バターが真ん中に入った状態ですね。でこれを生地をこうやって折りたたんでって隠しながらこう混ぜていくような感じです。で油脂なんで最初は混ざりづらいんですけど、だんだん馴染んでくるので、こうやって周りから生地を取ってなじませていってください。はい、これ全体がなじんでバターが混ざってきたらもう全然 OK です。はい、こんな感じ、全部が混ざった感じですね。そしたら発酵させていきたいと思います。さあ、これぐらい倍に膨らんだら分割していきたいと思います。はい、これ今度生地を広げていくんですけど、軽く粉振ってもらって、でこれをちょっと広げて、軽くこう発酵させた部分を潰しちゃう感じですね。でこれを1個 60g にするんですけど、だいたい6等分ぐらい。はい、これ今6等分したんですけど、これねこうやって今こっちやって90度ぐらい回転させて、こうやって表面を剥らしていくんです。ギュッて、なんとなくわかりますか？これ引っ張って剥らせる、引っ張って剥らせるって感じ。90度じゃなくてこの角が出た分でもいいかもしれないですね。でこれを6個全部やって隣の紙に置いていきたいと思います。はい、ここまでできたらラップをして発酵させたいと思います。はい、これぐらいですね。倍ぐらいに発酵しました。こんな感じです。
はい、これ生地に入れなかった残りの生クリームですね。でお砂糖を先に入れます。でここで軽くここちょっと溶かしてで泡立てていきます。はい、これぐらいです。しっかり硬い状態に泡立ててください。はい、これ触っても全然あったかくない、ちょっとあったかいかな。粗熱取れたらこれお箸かなんかでちょっと穴を開けます。ここにクリーム絞るんで入れます。ちょっと中軽くグリグリグリしてここに後でクリームを絞っていく感じですね。で今穴開けてるんですけど、一応全部穴開いてる向きこっちにしてます。穴どっか行っちゃうか分かんなくなっちゃうので。はい、じゃあクリームですね、絞っていきたいと思います。ドーナツのところに口金を刺してでクリームですねギューって。でもう今左手の方に結構クリーム入ってきてるのを感じると思います。ちょっとこう全体に入るようにこうグリグリやってあげて、ちょっと飛び出すぐらいですね。もうかなりしっかり入って重さ感じるので、それぐらいできるようにクリーム絞っていってください。さあ見てください、できました。めちゃくちゃいい感じです。さあちょっと食べてみたいと思います。見てください、これやばい、めっちゃうまい。さあこれめっちゃうまいと思う。過去一美味しいと思う。これめっちゃうまいです。マジでうまい。さあこれポイントの差ですね。もうポイントはもうこうやって混ぜるだけだったんですけど、唯一注意してほしいところがあって、発酵ですね。最初混ぜた時に倍ぐらいに膨らませるじゃないですか。でその後こう分割して6等分にしてで丸めて、もう一回こう二次発酵っていうんですけど、2回目に発酵させるじゃないですか。そこはしっかり発酵させてください。それがこうくるっと倍ぐらいに膨らんで、それを高温でパッと揚げることによってこのめちゃくちゃ美味しいもちもちの食感のドーナツができますので、ぜひそこだけやってみてください。もうそれさえ守ればね絶対できます。ぜひやってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。